世界のジャパンチャンネルへようこそ。燃料を安定して入手可能で CO2 を排出しないこと、電気料金の安定性などが望めることから世界各国で利用されてきた原子力発電所。しかしメリットがある一方、もしもの事故が発生した場合の放射性物質による深刻な被害と、最終処分方法が確定しない放射性廃棄物の行き場所など、解決策が見出せない膨大なリスクにさらされ続けているがゆえに、目をそらしてはいけないたくさんの問題があることは、日本では多くの人々が把握していることでしょう。今回は他国を批判する前に自国を心配するべきだったと話題になっていましたので、海外の反応と合わせてご紹介します。韓国では2019年4月、ウォルソン3号機タービン建屋における地下水排水路のマンホール内に溜まった水から1リットルあたり71万3000ベクレルのトリチウムが検出されました。この地点は放射性物質が発見されてはならない場所で、原発で許容される排出基準の検出濃度と比べてみても 17.8 倍にも及ぶ高濃度。しかし、ここを運営する韓国水力原子力発電会社、略称韓水源は、原発の施設には何の問題もないとして、これを補修しなかったそうです。そんな中、韓国において様々な環境保護運動を展開する慶州環境運動連合は、韓水源の内部文書を入手、分析し、ウォルソン原発の使用済み核燃料貯蔵プールと埋設配管の周辺でトリチウムが漏出したことを確認。2020年末頃にはメディアも大々的に取り上げ始め、漏洩をめぐって論争が勃発しました。この動きを受け、2021年3月、韓国政府は民間調査団と懸案疎通協議会を構成して調査に乗り出しました。しかし、韓水源は調査団との協議なしに、調査対象であるウォルソン1号機の核燃料貯蔵プールの遮水壁と遮水膜を除去。環境流出調査のための追加のボーリング坑の施工は遅延。提供された資料には鮮明でない図面があり、構造把握が難しく、調査団が要求したことについて韓水源が答弁資料の提出を遅らせるなど、韓水源の非協力的な態度により調査が困難であるとしていました。そして中間調査の結果も発表されないまま、調査後5ヶ月経過した2021年9月、1から4号機の放射性物質漏洩調査の第1次調査結果と計画を公開しました。調査結果によると、1号機における使用済み核燃料プール構造体周辺の深度9メートルの水および土壌サンプルからトリチウムが検出されたのに加え、ガンマ核種であるセシウム137も検出されたのです。ガンマ核種はトリチウムとは異なり、コンクリートを投下できません。つまり、ウォルソン原発内の施設物に損傷があることを意味し、構造物の安全性に対する憂慮が拡大する結果となったのです。調査団は当時、使用済み核燃料貯蔵プール遮水膜の構造物の健全性を確認した結果、1997年の亀裂補修工事の過程で、遮水膜が元々の設計とは異なって施工されたため、意図していた遮水機能を遂行できなかったと判断。原子力安全委員会は放射性物質が意図されない形で漏れたことを深刻に見ているとし、ウォルソン原発の使用済み核燃料貯蔵プール防水施設であるエポキシ樹脂に問題が生じて7回にわたって補修した事実を認識しており、調査結果が出ればエポキシ樹脂をステンレスに転換することを含めて対策を樹立すると話しました。
その後、2022年5月の第2次調査の経過及び今後の計画について、原発敷地外へのトリチウム流出を確認するため、5つほどのボーリング口を開けて地下水の流路を把握した後に、最新の地下水モデリング技法を用いて、地下水内の放射性物質の拡散を評価する調査を行うとしました。この流出問題初期の2021年初め、寒水源は観測されたトリチウムは地下施設というより大気に放出されたトリチウムに起因する可能性が高いと説明していたそうです。さらに原発賛成派の保守メディアと保守野党は、原発において地下への放射性物質流出は決して起きてはならないことなのにかかわらず、相対的に高くならざるを得ない原発敷地内の放射能濃度を外部への排出の際に許容される濃度と比較して危険を誇張している。特定地点で一時的に検出されたもので、外部には流出しておらず、回収して処理された。バナナ6本、カタクチイワシ 1g ほどのトリチウムを階段として流布させる低レベルな健忘術数はやめるべきとし、ウォルソン原発の早期閉鎖に関する検察の捜査を妨害するためのものと主張したのです。このほか、組織ぐるみの隠蔽や予想をはるかに超える技術的問題など、浮かび上がる疑惑はとどまりません。韓国の原発技術は世界一という現代韓国の神話と共に生きる韓国の人々はどのように受け取っているのでしょうか。まとめてご紹介していきます。海外の反応。地震や津波の被害を受けたわけでもないのに放射能が漏れてるってどういうことだよ。1997年から漏れてたって？ 20 年以上も前から放射能が漏れてたのに気づいたのは最近になってからなのか？この国の管理体制ってものは一体どうなってるんだ？それを知った上でずっと隠してたってことでしょ？これって大事故じゃないの？なんでもっと大々的にならないの？原発推進派はこれにどう反論するの？今すぐ原発を停止して廃炉処分すべき。これは日本の汚染水問題を叩いてる場合じゃないぞ。日本はずっと韓国の原発も汚染物質を垂れ流してると言ってたが、それは正しかったと証明されたんだな。災害を受けた結果ならわかるんだけど、私の国の原発は何もしてないのに放射能が漏れてるって、この国終わってる。ちょっと責任者を処分しろよ。処分したらトカゲの尻尾切りで終わってしまう。ちゃんとした責任を取らせないと。韓国は狭い国土の中にたくさんの原発があるんだから、もし事故が起きたら一瞬で終わるね。今のうちに国外に引っ越そう。もはやこの国は放射能の塊みたいなものだ。今回のことで韓国で原発は無理だってことがよくわかった。原発が爆発すればこの国はなくなる。原発は反対するが、エネルギーを高く使う不便さは感受できないという二重的な考えを持って生きる私たちみんなの責任です。フランスのような国は一時的に問題が生じても全て解決するまで止めるというのに。これは北朝鮮の核よりも恐ろしいことではないか？これが本当だとしたら、日本と国際的な問題になるかもしれない。私たちは日本の東側の海で発生した原発事故であれほど騒いだんだから。以前日本人の動画を見たんだ。ウォルソン発電所が密かに汚染水を捨てていると。まさか本当だったなんて。政治的な感情で罵倒する問題ではありません。
政府と関水源はとにかく早く収集しなくては。日本では原発事故をどうやって解決したのか。歴史的には気まずい関係でも、彼らから学ばなければいけない部分は学ぶべきでしょう。大統領が安全だと述べた。汚染水も飲んでもいいと言ったから心配することは何もない。以上が韓国の人々の反応でした。韓国の原子力発電所については、ずっと以前から技術力や安全性の問題など様々なことが懸念され続けてきています。決して妥協が許されない原発内において、指定された正規の海外製部品を使わず、国内工場で偽造した安価な部品を納入し、結果、配管亀裂や緊急停止、放射能漏れなどの事故は続発しています。事故後の対応を見ても、修理箇所を間違えたり、放射線量の発表数値を修正したりと、日本では考えられないような実態があるとされています。2019年5月、韓美原子力発電所1号機で無資格の職員が原子炉の制御棒を抜く操作を行ったところ、出力がすぐに制限値の 5% を超え、最大で 18% まで急増したにもかかわらず、その後およそ11時間半にわたって原子炉を停止させなかったそうです。この原発では2014年10月に3号機が蒸気発生器の異常で稼働停止し、放射能漏れ事故を起こしています。他にもドライバーを置き忘れたことが原因でモーターが故障し自動停止。その後も燃料棒の損傷や蒸気発生器への供給ポンプの故障が相次ぎました。さらに品質保証書を偽造した部品が取り付けられていることも判明し、これをきっかけに他の多くの発電所でも安全系統の制御ケーブル部品の品質保証書の偽造が発覚しました。この偽造に手を染めたのは納入会社ではなく試験機関だったことも明らかになっており、基準に関することだけでなく試験結果も偽造されていたというのです。2020年9月には台風の影響で発電所内部と周辺の送受電線に海水の塩分が付着したため、韓国の原発6基が停止。新ゴリ原発4号機は2021年5月にタービンが燃える事故が発生。2022年の1月と6月にはウォルソン原発2号機の配管に小さな穴が開き、冷却剤として使われるトリチウムをはじめとする放射性物質が多量に含まれている重水が漏れていたことが確認されています。2022年9月の台風でも強風により電力設備が異常をきたして新ゴリ原発1号機のタービン発電機が停止したそうです。2022年5月に大統領へ就任したユン・ソンニョル氏は原発推進へと大きく舵を切っています。同氏は大統領選期間中から最強の原発国を建設すると主張しており、電源構成における原子力の割合を2021年の 27.4% から2030年には 30% 以上に引き上げることや、新ハヌル原発3、4号機の建設計画を再開する方針を決め、さらには2030年までに原発10基を海外に輸出することも新たなエネルギー政策として盛り込んだのです。12月には独自技術で開発した次世代型の原子炉 APR1400 が採用された新ハヌル原子力発電所1号機の完工式が開催されました。これは国内27基目となるものです。設計寿命が来る原発には延命措置を講じて稼働を続けるとしています。韓国の原発はプサンがある南東部に集中しています。プサンは日本から一番近い外国の街としても有名です。もしも惨事が起きたら、考えたくもありませんが、一刻も早い対策が必要かもしれません。
動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはエリがお送りいたしました。